皆さんこんにちは。お元気でしょうか？はーい、久しぶりのビデオポッドキャストです。で、今日はね、日本のニュースについてお話ししたいと思います。今話題になっている日本のニュースについて、中級以上の日本語で説明しますので、もし難しいと感じた方はサブタイトルを見たりとか、あとはなんかトランスクリプトとか見たりとかしてください。はい。今日はね、もう何の話も今年最後だから何の話をね今年最後のねニュースポッドキャストなので何の話しようかなと思ってた時に、やっぱり今年一番よく聞いた犯罪についてちょっと紹介しようかなと思います。はい。闇バイトです。闇バイト。皆さん聞いたことありますか？闇バイト。なんか闇バイトっていうとなんかちょっとかっこいい感じのイメージがあるかもしれないですけど、闇とかね。でも全然違います。全然違います。犯罪です。犯罪。はい。この闇バイトがもう今年本当にニュースで毎日のようにやってましたね。はい。どんなものかというと、簡単に説明すると、普通のアルバイトと装って、求人情報をしている犯罪の仕事です。はい。犯罪の仕事。はい。どんな、求人情報なのかというと、例えば、なんか、簡単に荷物を運ぶだけですとか、高収入、高額ですよとか、あとは、即日即金。その日にすぐに、アルバイトをしたその日にすぐにお金がもらえますよとか。あとは、これはね、闇バイトでよくある言葉なんですけど、ホワイト案件。ホワイト案件ですよとか。ホワイト案件ってどういうことかというと、ブラックじゃないということですね。ブラックな案件じゃないですよ。はい。ブラックな案件っていうのは、犯罪です。悪いこと。でもこれは犯罪じゃなくて、ホワイト案件です。でもお金がたくさんもらえます。すぐに。簡単に。はい。こういうなんかポスト、インスタグラムとか、多分 X が一番多いかな。とか Facebook とかの投稿で最近よく見られるんですよね。はい。で、こういうのを見た主に10代とか20代の若者がそのアルバイトに応募して、で、なんかそのアルバイトする前に、ちょっと身分証を確認したいので、パスポートの写真を送ってくださいとか、運転免許証の写真を、マイナンバーの写真を送ってくださいって言われて、送ってしまうんですね。もうそれが最後です。はい。で、それで、相手は、お前のプライベート情報はもう分かった。みたいな。なんか、お前の住んでるとこ全部分かったから、家族が危ない目に遭いたくなければ、この犯罪に協力しろとか、そういうふうに、脅されてしまって、逃げ場がなくなって、犯罪をしてしまうという被害者が、最近はもう続出してるんですよね。はい。で、どんな犯罪をさせられるかというと、もう様々です。一番多いのは詐欺。詐欺ですね。はい。で、詐欺の中でもいろんな、役割があるらしくて、例えば電話をして詐欺をする人とか、銀行口座作る人、携帯のフェイク携帯電話番号を作る人とか、あとは、特別なね、専門用語で、受け子、出し子という言葉があるんですけど、もう受け子、出し子は本当犯罪の言葉。受け子っていうのは、その詐欺をした、騙した相手のお金とか、キャッシュカードを直接受け取る人のことを受け子です。はい。で、出し子っていうのは、そのキャッシュカードとか、ATM の口座からお金を引き出す人のことを出し子っていうんですね。この受け子、出し子をやらされる人とか。はい。あとは強盗ですね。強盗。人の家に行ってお金とか、いろんなものを盗む。で、最悪は強盗殺人になります。強盗殺人。はい。この強盗殺人がね、本当に最近頻発していて、かなり社会問題になっております。はい。皆さんの国にはこういうのあるのかな？ SNS で偽物のアルバイトを募集して、若い人たちが引っかかってしまって、犯罪に巻き込まれる。そして逮捕されてしまう。みたいなことですね。はい。で、こういうね、
闇バイトをやっている、元締めですね。元締め。一番上のトップの人たちは、どんな人かというと、暴力団です。はい。ヤクザですね。またの名はヤクザ。暴力団って言われますけど。うん。で、なんでこういうふうなアルバイトが今ちょっと流行っているというか、増加しているかというと、やっぱり、暴力団とかヤクザの人も直接は自分たちは犯罪をしたくないんですよね。だからその実行犯を簡単に、探したい。はい。実際に受け子、出し子、強盗とか、あと殺人ですね。一番最悪なもの。これを実際に自分たちがしないで他の人にやらせたい。で、アルバイトを使って、求人をしているということですね。はい。で、なんでこの数年で増加したかというと、最近の若い人たちは、アルバイトを、SNS で、情報収集するらしいんですよね。はい。確かに、私が学生の時は、SNS でアルバイトの情報を収集することはなかった。危ないから。どんなアルバイトかどうか知らないから、もっと、アルバイトの専門ウェブサイトみたいな、っていうのが、主流でしたね。はい。でも今は多分もっと SNS が一般的になって、みんな SNS でアルバイトの情報を収集してるようですね。はい。なので、10代、20代の約3割ですね。はい。3割が、SNS で、闇バイトの募集を見たことがある。応募してないよ。でも見たことがある人が3割もいるんですね。うん。はい。で、8月27日以降、今年のですね、東京近郊で約24件の、犯罪、闇バイトの犯罪が発生しています。はい。で、闇バイトに応募した人が合計56人、逮捕されてます。はい。で、そして犯罪する前に警察に助けを求めて保護された、保護した件数は11月末までに125件あるらしいですね。はい。でもこれはあくまでも警察に捕まって警察が把握してる数なので、もっとあると思います。もっとあると思う。はい。で、どんな人たちがね、この闇バイトに応募するかというと、ほとんどが若い人たちです。10代が全体の3割。20代が4割。ですけど、30代、40代、50代、もっと上の人たちも、いるそうですね。はい。で、若い人たちはもっと体力がありますから、若い人たちほど、もっと、実際の強盗とか殺人とかに、加担させられる人が多いそうですね。で、年が上になればなるほど、もっと、事務的なもの、銀行口座作るとか、フェイク ID 作るとか、リクルーティング、闇バイトのリクルーティングもさらにアルバイトの人たちがやるんですよ。うん。とか言って、そういうふうに、いろんなポジションがあるんですね。はい。なので、一つの闇バイトの事件に多分何人もの人が関係をしているっていうのが、もう、まさに闇バイトですね。本当どこまで深い事件なのかがわからないっていうのが本当に闇バイトですね。はい。で、実際に闇バイトに関わって逮捕されてしまった少年院の人たち。少年院っていうのは、18歳以下の犯罪者の、子供たちというか、少年少女が、捕まっている、少年少女の刑務所のことを少年院って言うんですよね。はい。で、その少年院に120人にアンケート。はい。120人の人が今闇バイトで逮捕されてるってことですね。逮捕ではないんだけどね、少年院は。少年院にいるということです。はい。その120人にアンケートをしたところ、なんとですね、家庭の経済状況を尋ねたときに、66% 以上が平均以上だった。はい。家庭状況、経済状況は 66% が平均。悪くないんですね、普通。はい。なので、この闇バイトの、もっと闇深さっていうのが、お金がなくてやってる人だけじゃないということなんですよ。だから、なんで若者たちが、闇バイトに引っかかってしまうのか、なぜ闇バイトに手を出すのかっていうのも、さらにまた闇です。深い闇です。うん。
まあもちろんね、多分ほとんどの人がね、お金欲しいなんですけど、そのお金欲しいの理由が貧乏だからとか生活が苦しいからじゃなさそうなんですね。はい。ね、なんかもう、なんでこんな世界になっちゃったんだろうっていう感じですね。はい。で、私が一つね、その NHK の、まあ、ドキュメンタリーというかインタビューみたいなものを読んだんですよね。その闇バイトに巻き込まれた子供たちの親のインタビューです。はい。いくつかね、何人かそのインタビューに答えてる方がいるんですけど、なんか一つすごく衝撃的だったのが、闇バイトの帰り道、闇バイトをした後帰り道に18歳の子が車で事故を起こして亡くなってしまったんですね。で、親は普通に子供が事故で亡くなったと思って警察から電話が来たんですけど、実は闇バイトの最中だったんですよ。帰り道だったから。だから子供を亡くして、しかもその理由が闇バイトだったっていう、そのもう両親としては超ショックですよね。かなりショック。うん。で、そのインタビューを読んでてすごい興味深かったのが、全然普通の、別に両親と仲が悪いとかじゃなくて、普通に仲が良かったし、お金が困ってたわけじゃなかった。うん。でも、その闇バイトをしてしまったその18歳の少年、もう亡くなってしまったんですけど、なぜやっていたかというと、有名になってお金持ちになりたかったっていうのが夢だったんだって。で、なんか自分で YouTube とかやってもうまくいかなくて。で、ホストになってお金持ちになろうと思ったけどうまくいかなくて。で、闇バイトに手を出してしまったっていう状況なんですね。はい。で、脅されて、お前の家族がどうなっても知らないぞって言って脅されて、断りきれずに闇バイトを続けていたっていうことですね。はい。ね。なんか、そういう理由で闇バイトしちゃうのかみたいな。有名になりたいとか、まあ承認欲求ですよね。承認欲求のためにお金が欲しかったっていうことですね。はい。この両親の気持ちを考えるとかなり辛いものがありますね。はい。で、もっと辛いのが、この闇バイトってお金がもらえない人がほとんどなんですよ。結局、その ID で自分の個人情報を、まあその暴力団の指示役の人たちに握られてしまって、脅されて、やらされてるだけ、強制させられてるだけなので、全然お金もらえないんですよね。はい。だからお金ももらえないのに犯罪して逃げられない。自分の人生は終わった。みたいな形の若者たちがどんどん増えてるということです。はい。で、最近ね、すごく大きな事件になった、その闇バイトの大きな事件になったものが、横浜のね、強盗殺人。うん。強盗殺人なので、人が殺されてしまったという事件です。はい。これもね、私ニュースで見てて本当心が痛くなったんだけど、その、横浜で犯人は3人で闇バイトです。で、みんな20代ぐらいだった、確か。で、その3人が、その75歳の方の家に入って、まあ、強盗殺人を働いたということですね。はい。で、盗まれたのは現金20万円とネックレスなどの、まあ、貴金属、お金になるものが30万円。だから合計で50万円を盗まれた。たった50万円で、その75歳の男性は、暴行されて亡くなってしまったんですね。はい。もうめちゃめちゃ、もう、その亡くなった方の家族のことを考えるとかなり苦しくなりますね。本当に。で、その中の一人が22歳の男性だったんですけど、その人は、やっぱり自分は借金をしていたらしくて、その借金、まあ税金が払えなくなっちゃって、すぐにね、お金を稼げるアルバイトを探していて、そこで SNS で発見したのがホワイト案件ですね。ホワイト案件という文字を見て大丈夫だと思って応募した。うん。そしたら結局全然ホワイト案件じゃなくて闇バイトだった。で、お前の家族が危ないとか、お前の家族、なんかその犯罪をやらなかったら、お前の家族を、まあ、なんか暴力を振るうとか、まあ、殺すぞとか、何があるかわからないぞっていうのを言われて、その、まあ、彼はね、22歳の彼は捕まったんですけど、
その事情聴取、なんでそういうことしたんだっていう事情聴取をした時に、その自分の家族を守るために、自分の家族に迷惑をかけたくないから、その、強盗殺人をしたっていうふうにね、答えたんですね。はい。で、彼はね、その周りの人のインタビューによると、すごく優しくて、なんかおじいちゃんおばあちゃん思いのすごく優しい人だったっていうふうに言われてるんですよ。もちろんね、犯罪をしたのは本当に悪いことだし、刑務所に入って、その償うしかないです。本当に。それしかないけど、なんでそんな優しいって言われていた、その家族思いの、その若者がね、強盗殺人なんか犯してしまうんだろうっていうね、かなり本当に闇が深い事件です。はい。いかがでしたでしょうか。今本当に日本ではね、こういったその闇バイトに騙されないために、その気をつけてくださいっていうそのアナウンス、警告みたいなものがいろんなところで見られます。テレビとか、あとは電車の中とか、あとは学校とかでもみんな気をつけてっていうふうに言っています。なので、もしその日本に住んでる留学生とかワーキングホリデーしてる人とかも危ないので本当に気をつけてくださいね。簡単に日本で稼げるよ、パスポートがあればできるよとかね、気をつけてください。本当にどこに犯罪のアルバイト情報があるかわかりませんので。はい。で、SNS でアルバイトの情報を検索するのは結構危ないかもしれないので、ちゃんとしたアルバイト情報のウェブサイトからアルバイトに募集した方がいいと思います。はい。皆さんも人事じゃないと思いますね。日本に住んでる方がいたらね。はい。以上です。暗い話になっちゃったけど。はい。はい。じゃあ、以上。今日話した話、またトランスクリプトを作りますので、私のウェブサイトをチェックしてみてください。X、YouTube、Instagram、こちらのフォローもお願いいたします。最近ね、X じゃなくて、Instagram でね、なんかストーリーとか、なんかアンケートを取ったりとか、なんかいろいろしてますので、もしよかったら見てみてください。アンケートとかね、答えてくれたら嬉しいです。はい。あとは、サニーサイドジャパニーズ、私の会話クラス、新しいメンバー募集してますのでお待ちしております。はい。サニーサイドジャパニーズでもなんかこういった日本のなんか今話題になってるニュースについてみんなで意見交換したり議論したりしてますので、興味ある方はぜひお待ちしております。はい。あとはペイトリオン、こちらのメンバーも募集しております。ペイトリオンでは今日お話しした話の難しかった言葉とか新しい言葉を勉強することができます。あと私の、カジュアルでタメ口で話すおやすみポッドキャストが、フルで聞けますので、ぜひペイトリオンメンバーになってみてください。1月からペイトリオンリニューアルします。漢字の勉強とか言葉の勉強のコースを作ったりとか、月1のねズームなんかみんなで話そうトークズーム会みたいなことをやりますので、はい、お楽しみに。はい、以上かなね。もうあっという間に年末ですね。もうクリスマスとか年末とか、そんな感じですけれども、皆さん、12月ね最後まで楽しみましょう。2024年いろいろあったけどねということで、また次回さようなら。